それで今回はラスティの本気のスティールヘイズオルトスグイエースフロイトでやってみようと思うのだ。あんな変化球みたいな動画出さずに普通にこのマッチを見せるべきでしたね。すいませんなのだ。喜んでもらえると思ったのだ。まあ反省して次に活かせばいいのです。反省したのだ。というわけで容赦配置についてもらいまして、カウント3、2、1スタートなのだ。サー開幕からラスティのスライサーが光る。バズーカをかわしてのチャージ攻撃ですね。さらに実弾ドローンとニードルガンで衝撃値を取れます。だがフロイトも QB からの上昇バズーカで反撃なのだ。だがここでラスティ2回目のチャージスライサー、さらにミドルガンで一気にスタッカーを取るつもりだが、ここでフロイトバイヤーですね。ラスティの溜めた衝撃値を帳消しにして攻めに転じます。押していたはずなのに一気に不利になってしまうのがパルスアーマー。ラスティが先にスタッカーを取られるとは。このチャージスライサーは悪手なのだ。フロイトは周りを見切っています。砲丸というのはかなり難しいです。だがラスティもゼロ距離バズをかわす。その硬直をついてスライサーを当てましたね。さらにキックもプレゼントです。互いに利点一つずつ使用で戦況は拮抗しているのだ。ここからは中距離の打ち合いになりそうですね。ニードルミサイルとファンネルの差し合いなのだ。これは先にスタッカーを取った方が有利になるのだ。ならばニードル系の武装を持つラステに有利ですね。それはどうかなやちゃん。フロイトはスタッカーゲージが溜まってもバイアンがありますか。フロイトは格闘ダメージをなしにして反撃に出ます。ラスティもそれに応えるが、この衝撃値の差はでかい。お得意のバズーカカウンターでスタッカープラスドローンとライフルの追撃で削ります。ラスティこの AT ビハインドは格闘を入れなきゃ追いつけないのだ。しかし先に格闘を入れるのはこの男。ラスティはかなり不利になってしまったのだ。ここからラスティが勝利をつかむにはスライサーコンボで一気に削り切るしかありません。しかしそんな焦りはフロイトには絶好のチャンス。バスカウンターが刺さるのだ。これはもう厳しいですね。ラスティの AT は残り2枚。まだだ。離婚を守れるのは月だけなのだ。頑張れなのだ。しかしフロイトにそんな願いは届きません。 AB からのチャージブレードで削り切ります。稲まだなのだ。ターミナルアーマー発動からの一点構想ですか。この5秒間でフロイトのスタッカーゲージを貯められればいけるのだ。ですがフロイトは引き打ち体制に入りました。無理に攻めないで衝撃値を冷ます判断でしょうか。だがスライサーの視線が刺さるのだ。これで五分かと思いましたが、フロイトまだ2手は残ってるんですよね。どこまでも高い壁なのだ。 AB からのレーザードローンで挟み込むからのバズ。お酒でスライサーを差し込むに最終弾しか当たりません。じわじわと削られるラスティ。だがスタッカーからのスライサーフルコンボならフロイトを一気に削り切れるのだ。しかしフロイトはキックをラステに入れました。そう広がるばかりです。両機体とも場外乱闘に突入したのだ。市街地戦ならラステにもまだ勝機はあるでしょうか。うまくはまればありそうだけど、もうラスティのゲージは限界なのだ。厳しいですね。最後はドローンに挟まれてバズーカを当てられて終了なのだ。オルテスでもダメでしたか。スライサーがあまり刺さってないのだね。チャージ攻撃よりノンチャージ攻撃が刺さっていれば勝てたかもしれないですね。というわけで次は地形が複雑でないここでやってみるのだ。障害物もなく落下もしないところでやってみれば変わるかもしれないですからね。では両者配置についてもらいまして、カウント3、2、1スタートなのだ。開幕近距離ニードルを AB で回避するフロイト。ドローンとバズーカで一気に形勢逆転。さらにバリア展開してスタッカーを回避。だがラスティもチャージスライサーの切先を当ててひるませるのだ。フロイトもライフルだけだとスタッカーを止めにくいですね。今みたいにバズーカを外すと大変です。ドローンとかで衝撃維持すればいいのだけれど、ラスティのような軽量2脚には当たりにくいのだ。バズーカも当たらないですしね。フロイトは衝撃を貯めるため前に出るけど、カウンターのチャージスライサーを当てられてしまいます。でも追撃が弱いネオルツスはやはりスタップアウトリーに特化していますからね。スライサーで追撃入れないとやはり大したダメージは出ませんね。やはりスタッカー後のスライサー2段プラスキックまで入れて初めてスライサーが生きるのだ。そうそう、スライサーが差し込めそうかなと思ったらバリア展開されましたか。ここからフロイトの攻撃のターンなのだ。AB ドローンからのレザブレなのだ。しかし高低差で外れてしまいましたね。むしろスライサーのカウンターを食らってしまったのだ。だがフロイトもバスカウンター返し。これがあるのがフロイトの強みですよね。だがラスティも新属スタッカーからのノンチャスライサー2段攻撃なのだ。魔性でカツキックしてたらここで終わっていますね。さすが対人最強格闘武器。フロイトもバズーカを当てて仕切り直しなのだ。ここから中距離戦で削り合いです。フロイトのライフルとドローン、ラステのニードルガンとミサイルの打ち合いです。両者利手を使い戦況は振り出しに戻ったのだ。フロイトバズを当てますがラステにカウンターされます。フロイトのフレームならこれぐらい受けられるのだ。さあ攻めに転じようなのだ。ラステの衝撃値を体当たりでかさ増しして攻め続けています。しかしラスティも AB で勝負に出るのだ。ニードルミサイルを発射して衝撃値エースに勝とうとしていますが、さすがに厳しいか。でもラスティもキックを返す。いけるかと思いましたが、さすがに先にスタッカーですね。だが追撃は安いのだ。さあラ
ドルプラス切断オービットで一気に衝撃をためミサイルでスタッカーしたけど、ここでレーザースライサーを入れれないのは厳しいのだ。もう少し近距離で取らないと入りませんね。まずいぞ、バズが刺さってしまったのだ。そこからレーザードローンの衝撃維持がきついです。これはバズーカを差し込まれると一気に持ってかれるのだ。まずい。フロイト AB で急速接近。なんとか追撃を入れられずに済んだのだ。サーラスティ次は君のスライサーなのだ。実弾オービットの追撃も入っていい感じですね。だがフロイトもニードルの追撃はかわしてバズを撃つのだ。最後の AK をライフルとニードルガンどちらが先に削り切るのか。ラスティ AB でバズを回避。ニードルで攻撃して削り切りたいがドローンが怖いのだ。ライフル、バズーカ、おぎり回避してニードルミサイルを当てる。ライフルの反撃をもらいますがターミナルで変えてカウンターニードルで勝利なのだ。今回はスティール・ヘイズ・オルツスとフロイトを戦わせてみたのだ。勝率はどれくらいなのですか？フロイトが9割ぐらい勝つのだ。やはり強いのですね、フロイトは。パルスアーマーの使い方が職人的なのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。